はい、シェリカさんです。今回はマスターグレードイージスガンダムクリアカラーを使って普通のトップコートと UV カットのトップコートの比較実験をしながら制作していきます。UV カットの効果がどれくらいなのか気になる方の参考となる動画となっています。それでは早速作っていきましょう。組み立てながらパーツを軽く確認していきます。このガンプラでは外装がクリアパーツとなっていて、内部フレームはメタリック風のパーツとなっています。一番多く使われているレッドのクリアパーツは透明度が高くとても綺麗に透けています。内部フレームのパーツはガンメタルのような重厚感のある色になっているので、このままでも十分かっこいいです。一般販売品のイージスを持っていないため比較ができないのですが、もしかするとクリアカラーの特別仕様なのかもしれないですね。組み立ては変形機構のせいなのかガンプラの個体差なのか分かりませんが、パーツが入りにくい箇所があって少し難しかったです。というか所々破損しながら組み立てたので、注意して慎重に組み立てをした方がいいです。組み立てが終わったので仮組みを確認してみましょう。配色はクリアカラーになった以外はイージスの配色通りになっていると思います。明るいレッドのクリアパーツなので非常に目立つ見た目となっています。ダボ穴はシールドと背面のパーツが目立っていて、正面から見る分にはあまり気にならないです。背面も割とごちゃごちゃしているのでそこまで気にならなかったです。シールドのダボ穴は少し気になったので後で消していきます。モビルアーマー状態も確認したいので変形させていますが、かなり面倒でした。変形の仕方も分かりにくいし、動かす部分が硬かったりしたので、この作業でもパーツを破損しちゃいました。変形作業は大変ですが、イージスのわけわからん形の変形を差し替えなしでできるのはすごいです。内部フレームがある部分が前方に集まっていて、後方には内部フレームがほぼないので、前後での見た目のギャップが生まれています。自分はこっちの形態も好きなので、モビルスーツ形態とモビルアーマー形態のどっちで飾るか迷いますね。先端にある4本のアームを広げて攻撃形態の再現もできます。大きさが広がる分迫力が増すので、こっちの形態もかっこいいです。せっかくなのでストライクを捕まえた状態を再現してみます。普通の MG ストライクを持っていないため MG ストライクルージュで試してみましたが、アクションベースを使えばちゃんと再現できました。この状態でブラックライトを当ててみます。ブラックライトを当てるとレッドのクリアパーツが発光してくれます。自爆する寸前みたいで面白そうだったので、ストライクを掴んだ状態でブラックライトを当ててみました。今回はこの発光するクリアパーツに UV カットのトップコートをしたらどれくらい発光しなくなるのかを確認していきます。ここからはクリアパーツにトップコートを吹きかけていきます。まずは分かりやすいようになるべく大きめのパーツを選んで、そのパーツに吹きかけるトップコートの名札を貼っていきます。トップコートはクレオス製で光沢と艶消しのトップコートを使用します。吹き付けはエアブラシでやりました。 UV カットの光沢トップコートだけラッカー塗料で、他は水性塗料となっています。 UV カットの光沢トップコートは水性塗料のものが販売されてないようなので、今回はラッカー塗料を使用しました。それでは光沢のトップコートから結果を見てみましょう。光沢なだけあって塗装したパーツは両方とも元のパーツより綺麗な見た目になっています。正面から LED ライトを当てていますが、未塗装のパーツはライトがぼやけて反射しているのに対して、塗装したパーツは LED の一つ一つが見えるくらい反射しています。ブラックライトを当てて確認してみます。ブラックライトは波長が 365nm のものを使用しました。未塗装のパーツと普通の光沢トップコートのパーツはしっかり発光していますが、 UV カットをしたパーツは暗めの発光となりました。一応発光はしてくれていますが、肉眼で見てもかなり暗い印象を受けました。次に艶消しトップコートを確認してみます。艶消しなので塗装したクリアパーツは両方ともしっかり曇っています。ただ UV カットの艶消しの方が普通の艶消しよりももっと曇っている見た目になりました。塗装の腕による差かもしれませんが、それにしても結構差が出ていると思いました。これらにブラックライトを当ててみます。ブラックライトは光沢の時と同じものを使っています。ブラックライトを当てた場合 UV カットのパーツだけ明らかに発光が弱い上に艶消しらしい曇った発光になっています。普通のトップコートを吹きかけたパーツでも艶消しらしく曇った発光をしていますが、 UV カットほどではありませんでした。光沢よりも艶消しの方がより見た目の影響が大きそうですね。普通の比較実験は先ほどで終わりですが、さらに気になったことがあったので追加の実験をしていきます。内部フレームを蛍光塗料で塗装した時に発光するクリアパーツ越しでも内部フレームは発光するのか気になったので実験してみます。この実験のために内部フレームを蛍光クリアで塗装しときました。それでは光沢から結果を見てみます。普通の時だとどのクリアパーツも内部フレームが綺麗に透けて見えています。クリアカラーらしい内部フレームを楽しめるような見た目ですね。これにブラックライトを当ててみます。ブラックライトを当ててみるとクリアパーツ越しでも内部フレームは発光してくれました。ただ UV カットをしたパーツの方は内部フレームの発光も暗い見た目となっています。外装パーツが UV カットされているので当たり前ですが、他のパーツよりも結構差が出ました。次に艶消しを確認してみます。内部フレームをクリアパーツの後ろに置いてみると UV カットのパーツが一番見えなくなっています。普通の艶消しパーツでも内部フレーム
ムはそこそこ見えていますが UV カットのパーツはかろうじて何か後ろにあるかわかるぐらいです。次にブラックライトを当ててみます。ブラックライトを当ててみると UV カットしたパーツは内部フレームが発光してはいますが形状は全くわからないです。普通の艶消しパーツは発光してて内部フレームのモールドとかも見えていますがそれに対して UV カットはマジで何も見えないです。いろいろ実験してみましたがブラックライトで遊ぶ予定がある場合は目的に応じて使い分けてみるのも面白そうです。実験が終わったのでトップコートを剥がしていきます。水性のトップコートの場合はキッチン用マジックリンを使えば剥がれていきます。映像では綿棒でやっていますがティッシュで拭き取ってもいいしなんならそのままパーツをマジックリンの中に沈めてもいいです。パーツに傷がつかないようにやれれば好きな方法でいいと思います。ある程度落ちたら水でマジックリンを落とします。結構ヌルヌルして滑りやすいので洗面所とかでやる場合は排水口に落とさないように気をつけた方がいいです。ここまでやれば元の状態に戻ります。わかりやすいように UV カットの艶消しを剥がしましたが水性なら光沢でも同じようにできます。 UV カットをしたパーツのトップコートを落としたので一応ブラックライトを当てて確認してみました。ミ塗装のパーツと同じように発光してくれているので大丈夫そうですね。ラッカー塗料の場合はラッカーの薄め液を綿棒に含ませて拭き取ります。さすがに薄め液の中にパーツを沈めるのは怖いので綿棒とかで少しずつ拭き取った方がいいと思います。使う液体が違うだけで作業自体は水性の時と同じようにやっています。 UV カットの光沢トップコートを剥がしたのであまり違いが分かりにくいですね。ブラックライトを当てても暗くならずにミ塗装のパーツと同じぐらいしっかり発光しています。 UV カットのトップコートをしても元のパーツにほぼ影響はなさそうなことがついでに確認できました。実験が終わったのでここからは気になる箇所を処理していきます。今回は簡単にできそうなシールドのダボ穴を消していきます。作業に使用する道具はダイソーで購入したミニルーターです。770円の商品なのでダイソーの中では高い商品ですがプラモくらいなら割と使えます。電池が必要なのでちょっと面倒ですが逆にコードが邪魔にならないとも言えます。ミニルーターで作業する前にダボ穴の背が高いのでニッパーで少し切っておきます。あまり深くまでニッパーで切るとパーツ表面が割れてしまうかもしれないのでだいたい 3mm ぐらいの高さを目安に無理をしない程度に切りました。ニッパーで切り終わったらミニルーターで残りを削っていきます。ルーターを当てて削るだけなので難しいことは特にないと思いますが強く押し当てるとルーターが壊れるかもしれないので気をつけましょう。あと削りカスが空中に舞うのでマスクや保護メガネをして新聞紙とかの上で作業した方が後片付けが楽になると思います。とりあえず1箇所だけダボ穴を処理しましたがルーターの削り跡が残るためヤスリできれいにする必要があります。他のダボ穴も同じようにルーターで処理してからヤスリ作業をしていきます。ヤスリ作業ですが指が入りにくいのでピンセットを使って作業しました。使用したヤスリの番手は画面に表示しておきます。ルーターの跡が滑らかになるまで割と根気が必要なので粗い番手を使って一気にルーターの跡を消した方が結果的に時間短縮になります。ヤスリ作業が終わったらパーツを洗浄して状態を確認します。ルーターの跡はほとんど消えましたが今度はヤスリ跡が残ります。これはトップコートをすればほぼ消えるのでこの時点では気にしなくていいです。ついでにダボ穴だけでなくダボ穴に入るピンも同じ作業手順で処理しておきましょう。ダボ穴ほど目立たないかもしれませんがせっかくなら一緒に処理した方が見栄えが良くなります。ここまで処理が終わったらトップコートを吹きかけてヤスリ跡を消します。映像ではエアブラシでやっていますがスプレーでも大丈夫です。ちなみにトップコートをするので先にデカールも貼っておきました。またこのパーツだけでなくピンを処理したパーツにも吹きかけるのを忘れないようにしましょう。トップコートが終わったら組み立てていきます。といっても説明書通りに組み立てるだけです。パーツ同士の摩擦で割としっかり組み立てられるのでシールドを振っても分解しません。処理するダボ穴にもよりますがダボ穴がなくてもなんとかなったりするので飾るだけなら特に問題はないです。顔の足りない色はシールで補色するようになっているのですが先にシールの台紙に蛍光塗料を塗って発光するようにします。ただ塗るだけなので簡単ですがツインカメラだけは先端が細い筆で慎重に塗りました。塗料が乾燥したら台紙からシールを剥がして顔に貼るだけです。ピンセットを使うと貼りやすいですがたまに塗料が剥げたりするのでシールの端を持つようにしましょう。パーツを塗装するのもいいですがお手軽にできるので結構このやり方をしています。顔など小さい箇所なら目立ちにくいしこだわらなければシールでもそこまで違和感はないです。ビームサーベルのエフェクトパーツはブラックライトで発光しないのでこれにも蛍光塗装をしていきます。映像の通りパーツの縁を筆を使って蛍光塗料を塗っていくだけです。全体を塗るわけではないので初心者でも簡単にできると思います。はみ出した塗料は綿棒に薄め液を含ませて拭き取ります。わかりやすいようにブラックライトを当てながら作業した方がいいです。未塗装のパーツと比べてみましょう。クリアパーツなので縁を塗装するだけでも光がパーツ内部を通ってそれなりに発光してくれます。全体を塗装した方がもっと強く発光しますがお手軽にやってみたい時には縁だけ蛍光塗装してみるのもおすすめです。シールドは先にトップコー
ートをしましたが、まだ全体をやっていないので、ある程度組み立てた状態で吹きかけていきます。この作業をするときは天気が良かったので、ベランダでスプレータイプのトップコートを使って作業しました。エアブラシは使用後の掃除が面倒なので、楽をしたい時にスプレータイプがあると便利ですね。トップコートが乾燥したら、あとは組み立てて完成です。それでは完成品を見てみましょう。完成品ですが、仮組みから大きく改造したわけではないのでほとんど変わっていません。違いといえばシールドのダボ穴処理とデカールとトップコートをしたくらいです。色分けなどがほぼされているし、クリアカラー仕様ということもあって、よほどやりたいことでもなければ素組みでも十分なガンプラだと思います。ブラックライトを当てると外装と蛍光塗装した内部フレームが発光してくれます。トップコートの実験でも軽く確認はしていますが、やはり全体を組み立てた状態で見た方が分かりやすいかと思ってやってみました。今回はブルーに発光する蛍光塗料を使いましたが、レッドに発光する蛍光塗料を使えばより派手になりそうです。ビームサーベルのエフェクトパーツはスライドさせて取り付ける構造となっています。スライド式ですが、取り付け具合はしっかりしているので簡単に外れることはなかったです。エフェクトパーツは両手両足の4本分あるのですが、それぞれの形状の違いがよくわからないです。多分細かな違いはあると思うのですが、手と足のエフェクトパーツを入れ替えても取り付けできるので、どっちでもいいやと思って取り付けています。ブラックライトを当てればパーツの縁を蛍光塗装したので、エフェクトパーツが発光してくれます。蛍光塗料にもよりますが、縁を塗装しただけでもこれくらい発光してくれるので、お手軽にやる場合にはおすすめです。最後にモビルアーマー形態を確認するために変形させます。ちなみにこの変形中にまたパーツを折りました。パーツが折れてもあまり気にしませんが、さすがに折れすぎてガンプラを変形させるのがトラウマになりそうです。モビルアーマー形態だとサイズが横に長くて撮影ブースに入らなかったので、普通のテーブルで撮影しました。エフェクトパーツをつけるとさらに横に長くなるので、この状態で飾るには置くスペースに気をつけないといけないですね。ブラックライトを当てるとこの形態の方が内部フレームの発光と噛み合っている感じがしました。モビルアーマーの独特な形状と相まってより異常な見た目になっています。蛍光塗料で塗装する場合はどっちの形態で飾るかによって塗装する箇所を考えた方がいいかもしれないですね。ここまで見てくれてありがとうございました。このチャンネルではクリアカラーガンプラをメインに色々な実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画も見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。